皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。物理の定説を覆すセレンディピティ。液体は割れる。ドレクセル大学の研究チームは、非海洋オイルに類する粘性液体に関する研究としてその特性を測定する中で、液体であるはずのオイルが衝撃音を発して破断するという現象を偶然発見。全く予期していなかったその現象を解明するため、条件を特定するための再現実験を繰り返しました。結果、この現象は確かに再現性があり、それは液体の化学的特性に関係なく、粘度と応力の関係における材料の貯蔵弾性率に対する変形速度で決まる可能性があるという結論を導き、従来の破壊力学の常識を塗り替えるかもしれないこの知見を報告しました。何言うとんねん。液体って水とかやろ。あんなもんどんだけ強く叩いたって割れへんやんけ。というツッコミはごもっともです。その常識が厳密な物理学及び材料工学においては覆るかもしれないということですね。ドレクセル大学の研究チームの人はこんなことを考えました。今日もタールオイルを引っ張って調べるクソ地味な作業をやってくれ。ほれルイーンとだ。なんや今の音。もしかして機械ぶっ壊れたか。この装置結構高いんやで。もう最悪や。どこが行ったんや。どれどれ。あれどこも壊れてへんな。どういうことや。装置やないとすると材料からか。材料はちぎれとるな。粘性のせいか、軟化個体の破壊試験の破断みたいな感じになっとるな。ちょっと待て。これ完全に液体の領域のマテリアルやで。もしかして全性破壊したんか。そんなこと聞いたことあらへんで。これはとんでもない発見したかもしれんぞ。ちょっと詳しく調べてみよう。やっぱ破断しとるでこれ。音も間違いなく材料から出とる。もしかしたら化学的な性質によるもんかもしれんから、材料を変えてみよう。材料を変えて温度で粘度を変えたりいろいろ試したが、それぞれの粘度の時に同じ伸長速度で全性破断が発生しとる。これはつまり、液体の種類に関わらずほぼ粘度に依存して、体面積あたりの応力が臨界に達した時に液体も固体と同じ力学で破断するいうことや。要するに、常温のシャビシャビの水みたいな液体でも、条件が揃えば理論上は全性破壊するいうことになる。これまでは破壊ちゅうのは男性が主体的な領域だけの物理現象やとされとったが、それは条件の揃いやすさによってそう思えとっただけであって、実はそうやないんかもしれんな。まさかこの地味すぎる研究からこんな常識を塗り替えるような発見があるとは。ドレクセル大学の研究者の人たちは、企業との共同研究で、一般的にタールと呼ばれる炭化水素の混合液体の物性測定を行っていたところ、予期せず謎の衝撃音の発生を確認しました。当初は測定器に故障が起きたものと思われましたが、調査の結果それは起きていないことが分かり、衝撃音は固体の破断のような状態になっている液体材料から発せられたものであるとの結論に至りました。しかしそれは従来の破壊力学の物理の常識では考えられないことでした。従来より材料の破壊というのは弾性による効果であり、材料自身が何かしらの応力を保持する機能によるものであると考えられています。そのため流体である液体には弾性により応力を貯蔵する機能がないことにより、凝固点まで温度を下げて固体にでもしない限りは破壊という現象は起きないと考えられていました。そして固体においても破壊には大きく分けて2種類があり、持続的な応力によりゆっくり引き伸ばされることで材料が限界まで変形して静かに破断する遠性破壊と、瞬間的な強い応力によりほとんど変形を伴わず亀裂が高速で伝播し衝撃音を発して破断する脆性破壊に分けられます。このため
今回のような高粘度の液体では塩性破壊に似た材料の分断までは考えられるものの、税制破壊が起きたことを示唆するこの結論は研究者として安易には受け入れられないものでした。簡単に言うと、武空術も使えないのにスーパーサイヤ人になれるわけないだろう、みたいなノリです。そこで、同材料において条件を揃え、再現実験を何度も試行してみたところ、2メガパスカルという引っ張り応力を臨界として確かに税制破壊しているということが分かりました。しかし、この現象はこの液体固有の化学的な特性によるものである可能性もあるため、化合物液体としては全く系統が異なるものの同様の粘土を再現できるポリスチレン系統のスチレンオリゴマーを用い、同様の実験を繰り返しました。すると、やはりこれも2メガパスカルという臨界応力で税制破壊することが分かりました。これにより、液体も粘土と応力の条件関係により、化学的特性と関係なく物性として税制破壊するという可能性が拭いされないものとなったため、温度を調節することで粘土を調整し、応力との関係がどうなるかを検証しました。すると、装置が実行できる範囲において、材料の粘土と伸長速度の関係は、応力のかかる単位面積あたりでいずれも2メガパスカル付近という共通した臨界点を示し、条件が揃えばどんな液体でも物性として税制破壊するということが強力に示唆されました。この知見は何かしらの物理学の従来理論を大きく覆すといったようなものではありませんが、物体の破壊という観点での見逃されていた部分の理解を刷新するものとなります。これが新たな新常識となるにはまだ数々の追試が必要となりますが、再現性の評価のたやすさと、よりミクロ領域の物理理論から鑑みて特段おかしなこととも考えられないので、今後ほぼ決定するものと見ていいでしょう。何の役に立つのかということについてはまだ完全に未知数ですが、例えばより高精度な造形を可能とする 3D プリンター及びその素材の開発や、物性から見た血液製剤の有効性の評価など、液体に関係する様々な分野への応用が考えられます。また、流体力学や流体の特殊な作用に少し明るい人はパッと脳裏をよぎったかもしれませんが、キャビテーションとの関連性を示すデータも検出されており、現在研究チームはこちらとの関連性についても研究を開始しているようです。科学史においてセレンディピティが重要な役割を担ってきたものであることは、科学の進歩の歴史を鑑みた時に真っ先に思い浮かぶものとなりますが、リアルタイムでこれを目の当たりにしているかもしれないというのは感慨深いものがありますね。今回の引用論文は概要欄に貼っておきます。限定アクセスとなっていますので、興味があって見れる人はぜひご覧ください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。